りょうでございます。まもなく2026年が静かに幕を開けようとしています。今回は冬の蔵王温泉、源泉の丘に立つ一軒宿を訪ねます。本格的なパウダースノーを楽しめるスキーリゾートとして人気の高い蔵王温泉ですが、この地は温泉地としても日本を代表する名湯の一つでもあります。ここ蔵王温泉は日本三大山清泉に数えられ、高い殺菌力と療養効果を誇る本格的な泉質。それ硫黄臭つくからやめた方がいいよ。さらに1日約8700トンもの湯が湧き出す源泉は泉温50度前後。その豊富な湯量と適温によってほとんどの温泉が源泉かけ流しという希少な温泉街を形作っています。今回はそんな蔵王温泉で創業300年の老舗旅館をご紹介します。湯煙と水車、そして温泉神社へと続く鳥居、その全てが見上げた先に重なり合う情緒あふれる景観の中に今回の宿は佇んでいます。宿を見守るような場所にある須川温泉神社、ここは旅の安全まで祈願できるロケーションです。それでは今夜の宿へ向かいましょう。今回宿泊するのは蔵王温泉を代表する老舗旅館、宮間荘高宮です。こちらは源泉ラウンジ。レトロで落ち着いた空間でドリンクを片手に静かな時間を過ごすことができます。そしてなんとここには創業当時から絶えることなく湧き続ける源泉、まさに源泉の丘に立つ一軒宿です。源泉とともに時を重ねてきたそんな温泉宿だからこそ、まずはこの宿自慢のお風呂を一気にお見せします。そしてお風呂紹介の後に露天風呂付きの離れ客室、夕食朝食の順にご紹介していきます。それではまず300年前からこの宿とともに時を刻んできた長寿の湯からご覧ください。それでは次に長寿の湯とは異なる源泉を持つもう一つの湯どころ、せせらぎの湯を覗いてみましょう。館内はどこを通っても老舗旅館らしい風情が感じられます。明るく開放的なお風呂、この先に露天風呂があるようです。内湯と露天風呂の間には湯上がりに立ち止まれる足湯が設けられています。温まりすぎた体をゆっくり整えるための場所です。冬を感じる雪景色の露天風呂、せせらぎの湯は先ほどの長寿の湯と違って透明感がありますね。湯船の下からは川のせせらぎ、そして眼前には蔵王らしい雪景色。ここは蔵王温泉を五感で味わえる温泉宿です。泉質は pH1.9、 酸性岩硫黄アルミニウム硫酸塩塩化物温泉というとても長い泉質名を持っています。なぜこれほど長いのか、それはご覧の通り温泉を形作る成分がほぼ全て含まれている非常に珍しい泉質だからです。成分濃度も一般的な単純温泉の2倍以上。中でも皮膚や粘膜を引き締めるアルミニウム、そして保湿成分として知られるメタケイ酸が豊富なため、皮膚疾患や美肌への効果が高い本格的な効能温泉といえます。さらに日本三大山清泉に数えられるほどの強力な殺菌力、これはまさに日本を代表する本物の湯です。それでは次に
この宿でたった一棟だけの露天風呂付き離れ客室、ひなくらをご紹介します。一軒宿のような佇まい、圧倒的な広さ。あまりにもスケールが大きいため、細かな説明は控え、ただこの空間の世界観を味わっていただければと思います。ここは旅館のロビーではありません。この客室専用のラウンジです。ラウンジの隣には広さ20畳の大広間。合宿ができてしまいそうなお部屋ですね。これはまさかの蔵の扉。このひな蔵というお部屋は蔵を改装して作られたようです。2階は後ほどご紹介します。そしてこの奥に三間続きの客室。古民家のような時を刻んだ佇まい。一番奥には静かにこもれる和モダンのベッドルームが用意されています。そしてこのひなくらで一番贅沢なのが大きな総ヒノキの露天風呂。なんとこの真下を源泉が流れているとのことです。まさにこれぞ本物の源泉かけ流しですね。それでは最後にお2階を覗いてみましょう。古民家やかやぶき建築と同じ小屋組構造、巨大な梁、そして一風変わった和の格子。まるでジブリ映画のワンシーンに入り込んだかのような空間です。ちなみにお2階にも洗面室とシャワールームが完備されていました。それでは夕食へ行きましょう。通常のお部屋ですとこちらのレストラン会場での食事となりますが、ひなくらへ宿泊すると立派な個室でいただくことができます。まさに VIP 待遇です。さらに高宮さんから吉野スパークリングワイン、一休さんからは山形の地酒というダブル特典付きです。手の込んだ前菜、冬のごちそうあん肝もあります。こちらはアワビの蒸し焼き。手前に緑色のソースございます。アワビの肝のソースですね。本格的な肝のソースでいただきます。お吸い物もすごく丁寧な盛り付けですね。たくさんお酒があるので嫁さんにどんどん飲んでもらいましょう。お作りはだだ茶豆のこんにゃく、生麩、鯛、そしてマグロです。山形といえばだだ茶豆ですね。お刺身も新鮮です。焼き物はブリ。季節へのこだわりが感じられます。そして本日の目玉、肉の帝王米沢牛。希少お肉の蔵王牛食べ比べです。この蔵王和牛っていうのは、この辺でしか流通してないですね。そしてこの高級お肉を贅沢にもすきしゃぶでいただいちゃいます。まずはしゃぶしゃぶで純粋な米沢牛の旨味を味わいます。そして蔵王牛のすき焼き。柔らかくて反則級の美味しさ、やばいです。そこへ大好きなつや姫が登場。こんな贅沢めったに味わえませんね。これで終了と思いきや、今度は美しい盛り付けの煮物、さらにおしのぎのなめこそば。ボリュームもあるディナーです。満腹になる前の最高のタイミングで絶品のお肉を持ってくるという、とても考えられた配膳にも感激しました。大満足のディナーの後は雪舞う夜の温泉街を散策します。この雪と湯煙のコラボがまたロマンチックですね。それではまた最高の温泉で温まって休もうと思います。
静かな朝、気持ちのいい朝風呂に入って朝食へ行きましょう。朝食も豪華ですね。そして一品一品にこだわりが感じられます。ここで芋煮の登場ですね。今回も美味しく完食しました。最後にお土産を購入してチェックアウトします。はい、今回は雪景色の美しい日本を代表する温泉地蔵王温泉、そして源泉あふれる丘に立つ創業300年の老舗宮山荘高宮をご紹介しました。雰囲気抜群の旅館で味わう本格源泉の湯、そして圧倒的なスケール感とジブリの世界を思わせる離れ客室で過ごす時間はまさに非日常でした。料理は米沢牛をはじめとした上質な食材を一品一品丁寧に、接客もおかみさんを中心に心遣いの行き届いた温かいものでした。蔵王温泉の魅力を静かに深く味わえる一軒、今回も自信を持っておすすめできる旅館です。トラベルインザウィンドでは日本の温泉や観光地を中心に旅の魅力をお届けしています。よろしければまた次回の旅でお会いできたら嬉しいです。ご参考までに蔵王を訪問した日は12月17日、すでに樹氷は出来上がっていました。